はい、皆さん、こんにちは。ローマの公認ガイドのパオロと申しますけど、今日は私の街の素晴らしい建物はないしないで、ローマの名物料理の作り方をご案内させていただきたいんです。今日は紹介するのはカルボナーラ風のパスタです。私は大好きなパスタの種類です。世界中のいろんな国で食べたことがあるんですが、国によってレシピがちょっと違います。例えば生クリームも入っていたカルボナーラを食べたことがあるんですけど、あるいは北イタリアでも食べられるカルボナーラですけど、本格のカルボナーラのレシピには生クリームは全然入ってないんですよ。だから今日はご案内するのは本格のローマのカルボナーラです。ローマのカルボナーラに欠かせない材料は卵とグアンチャレと胡椒なんですけど、もちろん他の材料もありますので、これからすべての材料をご案内いたします。では、これから材料をご案内します。これから案内する量は2人分の量ですけど、4人だったらもちろん2倍にしてください。そしてもう一つ、言わせていただきたいのは、カルボナーラ作るには2つのパスタの種類が使いますけど、スパゲッティか、またはショートパスタのリガトーニかどっちか。だけど今日私は使うのはスパゲッティなんです。だから必要なのは、まずスパゲッティ。2人分の量は 200g。私たちはイタリア人はたっぷり食べますので。そして2人分の卵の量は2つなんですよ。その後は、パーミジャンチーズとペコリーノチーズ。これは日本でも見つけられると思いますけど、もっと辛い味の、チーズなんですけど、2人分だったら 20g のパーミジャンチーズと 20g のペコリーノチーズを混ぜて、そしてもちろん塩と胡椒。これはさっき言ったようになくてはならないことで、そしてオリーブオイル。そしてもう一つの一番大事なことはこれなんですよ。これはグアンチャレです。これは特別なベーコンの種類。一般的にベーコンとパンチェッタは豚肉のお腹の肉で作られているんです。グアンチャレはほっぺたの分で作られている特別なパンチェッタです。日本では多分見つけにくいと思いますけど、もし見つからなければもう心配しないで、普通のベーコンを使ってください。でこれはすごくいい品質のグアンチャレなんですよ。では、これからまず切りますけど、5ミリぐらいの角のスライスで切ります。それぞれのスライスから、これはちょっと硬いね。この硬い部分を抜けて、これは使わないんですね。すごいいい香りしています。だからこれ捨てて、他の分はこのぐらいの大きさで切ってください。さっき言い忘れたのは、ワンチャレの量は 80g ですね。2人だったら 80g。じゃあ、このうちに、火をかけて、オイルを入れますね。沸騰したらもちろんパスタ入れますね。塩を入れてパスタを入れます。そして、これから、じゃあソースを作りますね。だから、卵2つと、パーミジャンチーズとペコリーノチーズ全部混ぜますね。胡椒と塩。後で胡椒をまた追加してもいいんですけど、これにも、入れた方がいいですね。これと、そしてこれは硬いですよ。これは本当に硬いです。あまり胡椒を使わないので開くのが大変です。じゃあ胡椒をたっぷり入れて、パーミジャンチーズとペコリーノチーズを混ぜて、これから混ぜ合わせます。OK。これは後でパスタが茹で終わったら使うソースなんですね。じゃあこれからパンチャーレを炒めますね。だから
ではこれからお湯に塩も入れます。もうちょっと。ではこれから 200g のパスタをお湯に入れますね。今日は使うパスタ見えますか？ツルツルしているパスタね。これにソースがもっとつけますので、私はいつもこの種類のパスタが大好きなんですよ。OK、もうパスタ入れたので、これは10分で茹でますけど、茹で上がった1分前に揚げた方がいいです。後でやっぱりグアンチャレと一緒に炒めますので、だからこれは10分だったら9分ぐらいに茹でますね。じゃあこのうちにこれからグアンチャレを炒めます。だからちょっとだけのオリーブオイルに入れて、これはもうパリパリになる時まで炒めた方がいいですね。黒くなったらダメですけど、だいたい8分ぐらい炒めますね。今すごく忙しい。パスタも混ぜたり、グアンチャレ炒めたりしますけど、匂いはすごいです。いい香り。見ますか？炒めながら、やっぱりグアンチャレの脂肪の分は透明になります。白くから透明になります。ちなみにちょっと茹で汁を取った方がいいですね。必要だったら、これは後で硬くなったら必要なので、茹で汁を置いておいてください。じゃあ、茹で上がる1分前に揚げて、これからまたワンチャレ入れますね。ワンチャレちゃんと炒めたので、これから一緒に1分ぐらい炒めます。やっぱり最初からパスタを茹ですぎたら、また炒めるともっと柔らかくなるんで、イタリア人あれは絶対食べられません。私たちはいつもお弁当のパスタしか食べられないね。ところで、この中部イタリアと南イタリア、北イタリアに行くと、まあ柔らかくてもいいみたいけど、中部イタリアは絶対ダメ。だから1分ぐらい炒めて、そして、この料理の難しい分が出てきます。その時はね、火を止めて、このソースを入れます。やっぱり火をかけたままに入れると、そのソースが硬くなりますので、オメレットみたいなことになっちゃいますね。だから炒めて、火を止めて、それからこのソースを入れます。やっぱり違うところでこれをした方がいいですね。下は厚さがないように。鍋の厚さだけで、これから卵のソース入れて、これから混ぜ上がります。気がついたんですけど、胡椒は今日はあまり入れてないんですね。もうちょっと入れた方がいいです。これからさらに出すときにもうちょっと胡椒を入れた方がいいです。そしてすぐ出した方がいいです。だからさらに入れて、硬くならないうちにね。今日はこのぐらいの分でいいと思います。ちょっとグアンチャーレを入れて、そして食べる前にさっき言ったように必ず胡椒が必要。私なら胡椒をかければかけるほど美味しくなると思います。では食べる前に皆さんに乾杯。皆さんの健康のために。ワインも美味しいし、じゃあこのカルボナーラ風のパスタを食べてみましょう。最高、天国に達しました。ではまた次のレシピへ。
ボニスさん。